2024年1月26日に劇場版機動戦士ガンダムシードフリーダムが公開されるということで、楽しみにされている方も多いのではないでしょうか。そんな中、第2弾 PV が公開されました。また同時に公式サイトも更新されており、キャラクターや声優さんからのキャストコメントが公開されています。既存のキャラクターの声優さんに関しては、カガリエラース派が新藤直美さんから森七菜子さんに交代とのことで、それ以外のキャラクターの声優さんは変更なしのようです。そんな劇場版シードですが、第2弾 PV では舞台となるコズミックイラ75年の情勢がついに見えてきました。ということで、今回は新たに公開された第2弾 PV や新キャラクターから見る劇場版ガンダムシードフリーダムの最新情報について見ていきたいと思います。1、世界観。コズミックイラ73年に始まったシードデスティニーの物語において、コズミックイラ74年、ギルバート・デュランダルが提唱したデスティニープランは、キラ・ヤマトやラクスクラインなどのオーブ連合軍によって防がれました。そして、劇場版の舞台はコズミックイラ75年なので、約1年後の世界となりますが、前回の第1弾 PV の内容では、キラが映る画面ではコンパスと表示され、謎の場所へ赴くキラたちの画面ではファウンデーションと表示されていました。また、青色のトリーが映る場面ではザフトと表示されていました。ちなみに、この青色のトリーの名前が公開されましたが、ブルーというそうです。そのまんまやんと突っ込みたくなるところですが、青色ということで、平和への願いが込められているのかもしれません。このコンパス、ザフト、ファウンデーションという名前は、今回の第2弾 PV から読み解くと、どれも組織の名前と解釈して良さそうです。まず、コンパスという名前に関して、登場しているキラたちの制服の胸の模様が変化しました。模様の色合いがキャラによって異なりますが、どれも三角形となっています。方位磁石のコンパスのように、方向性を示すという意図で、コンパスという部隊を組織していると考えることができそうです。シードデスティニーの最終決戦であるメサイア攻防戦が終結した後、戦争の根源となるロゴスは壊滅しているものの、デュランダルが、デスティニープランに従わない者は滅ぼすという姿勢を見せつけたことから、各地での紛争は後を絶たないと思われます。その紛争を鎮圧して平和という方向性を示すための部隊がコンパスと考えることができそうです。または、指針という意味だけではなく、ザフト、連合、オーブという3つの陣営をまとめるという意味で三角形になっているのかもしれません。シードデスティニーの場合、胸の模様は色が様々でしたが、例えば、イザークとディアッカでも模様が異なりますし、シンやメイリンでも色が違います。しかし、どのキャラの模様も四角になっていました。このことから、色の違いは階級によるものということと考えられそうです。なお公開された各キャラクターの服装を見てみると、イザークとディアッカは、胸のところは四角で、左肩にザフトロゴが見えるので、そのままザフト軍人を務めているとわかります。また、キラは、左肩に、胸と同じような三角形の形状が見えるので、胸の模様と肩の模様を合わせて、三角形がコンパス部隊の文様と考えられそうです。また、パイロットスーツが各キャラ公開されました。額上部のところに見える模様は、キラ、アスラン、シン、ルナマリア、ムー、新キャラのアグネス・ギーベンラート、ヒルダ、ヘルベルト、マーズのヘルメットに描かれています。この模様も、同じく、コンパス部隊の文様だと考えられそうです。ちなみに、このパイロットスーツ、イザークとディアッカだけは、ザフト軍だからかシードデスティニーから変わらない形状になっているので、コンパス部隊は、新たに、パイロットスーツも、専用のものが作られているようです。次に、謎の組織、ファウンデーション。キラたちが向かった宮殿のような場所が描かれています。第1弾 PV で映っていたドーム型形状の屋根の建物の中でしょうか。このシーンでは何かのロゴが映っています。このロゴを拡大してみると、さすがに文字までは読み取れませんが、英語表記でファウンデーション、文字数は10文字で一致。また、3番目の U に近い文字や、4番目の N に近い文字、7番目の T や、8番目の I に近い文字などが描かれているように見えるので、これはファウンデーションという文字のように見えます。では、この組織は一体何をするのでしょうか。まずロゴを見てみると、左右から入るように矢印があり、上部には六角型の形状、そして下からは外に向けて矢印のような模様が見えます。
まだファウンデーションの詳細は明かされていませんが、個人的にシード界にはこれに思い当たりそうな組織が一つあります。それがターミナルです。ターミナルとはシードデスティニーのアニメ作中ではあまり名前が出てこないものの、設定で存在する組織の名前で、ガクスの父シーゲル・クラインがシードの世界であるコズミックイラ71年頃に立ち上げたレジスタンス組織が前身とされています。そのためどの陣営にも所属しない非政府組織でありながら、各国政府の情報機関並みの情報力を持つとされています。また元はシーゲルが立ち上げたからかガクスともつながっているようで、シードデスティニーの作中ではアークエンジェルへの情報提供を行っていましたが、それに加えストライクフリーダム、インフィニットジャスティス、ドムトルーパーの開発が行われた秘密工場ファクトリーともつながっています。と、ここで一つ疑問が浮かび上がります。これらの機体開発費用、一体誰が出資したのでしょうか。ストライクフリーダムやインフィニットジャスティスの開発当時、ザフトのトップはデュランダル議長です。デスティニーやレジェンドを開発する中で、それに匹敵する強力な機体の莫大な開発費の流出を見逃すとは思えません。とすると、ザフトの費用で開発したとは考えにくくなります。では、オーブでしょうか。オーブは、表向きは中立国、しかし、裏では、自国の平和のために何でもやる国です。しかし、セイラン家がオーブを支配している間、カガリはアークエンジェルで無理やり武力介入を行っていました。そんな時に、非政府組織でしかないターミナルを通じて、オーブから開発費を捻出させるのは難しそうです。と考えると、もう一つ、開発費を捻出できる組織がいてもおかしくありません。ここで、ファウンデーションのロゴをもう一度見てみると、左右から入ってきたものを中央で連成して下側から取り出す。このように解釈すると、技術や平和など何かしらのメリットを提供してもらう代わりに資金援助を行う組織のように見えてきます。そうすると、ファウンデーションは、キラたちコンパス部隊が活動するための出資を行う組織なので、キラたちが頭を下げていると考えることができそうです。また、この場合、もう一つ考えられるのが、ファウンデーションがターミナルから発展してできた組織であるなら、各国の情報に強い組織ということになるため、メサイア攻防戦の後の世界で、キラやラクスたちが世界の平和を守るためには、どこで紛争が起きているのか、という情報をいち早く入手して、それを食い止めに行く必要があります。そのため、ファウンデーションが情報力に強い組織なら、キラたちは紛争を止めるために必要な情報をいち早く得るために、ファウンデーションの協力を得ることが必須になり、頭を下げる理由になります。元がターミナルであれば、プラント側の勢力になるはずですが、第1弾 PV からは、ファウンデーションはナチュラル側の陣営のように見えるので、まだ謎が残ります。しかし、ストライクフリーダムやインフィニットジャスティス開発の際の出資元は分かりませんが、少なくとも、劇場版の舞台である、コズミックイラ75年の時点であれば、ザフトやオーブから賛同者を募って出資してもらっていても良さそうな感じもするので、頭を下げる理由は、出資ではなく、世界の情報を握っているから、と考えた方がいいかもしれません。また、もしファウンデーションが、情報を生業にしているのであれば、シンだけ頭を下げないのは、こいつら次第で逆に紛争は広がる可能性があるんじゃないか、と疑問に思っているのかもしれません。さらに、PV 内では、シンが、こんなこといつまで続けるんすかと発言していることからも、戦争がなくならない世界で争いをなくすためには、紛争をただ一つずつ止めに行くだけでは意味がないのでは、と考えているようにも見えます。ガンダムエース2021年9月号によると、シン・アスカが監督から今回こいつはいいなと思われているキャラとのことなので、もしかしたらシンがファウンデーションこそ真の敵だと一人だけ見抜いているので頭を下げていないとかなのかもしれません。2. キャラクター。公式ホームページにキャラクターたちが公開されましたが、 PV に映る人物はまだあまりいないようです。まず冒頭では謎の金髪の人物、水中かコーディネーターや強化人間を調整する培養液などのようにも見えますが、筋肉のつき方的に男性でしょうか。髪が長いキャラなので男性か女性かまだよくわからない感じがします。ただ明かされたキャラを見ると、似た系統のキャラとしては遠山島やアルバート・ハインラインといったところでしょうか。また謎の金髪の人物のところでは
デュランダル議長を演じておられた池田修一氏の声で、望まれて生まれた、世界が望んだと言われていることから、この人物は、キラのクローンという可能性もありそうです。ラウル・クルーゼやレイザ・バレル、そしてカナード・パルスは、キラというスーパーコーディネーターが誕生するまでに作り出された人物たちですが、初期構想から考えると、この金髪の人物は、キラを超えるスーパーコーディネーターとして作り出された人物で、まだ名前が明かされていないファウンデーションの人物たちは、その過程で誕生した者たちということもありそうです。また、トウヤは、背丈の割に服が大きいのが気になるところです。かなりと会話していたり、その服装から、オーブ五大氏族の関係者だと考えられそうですが、似た系統の人物だと、ムーラ・フラガとその父、アルダ・フラガや、アルのクローンである、ラウやレイ、または、外伝作品アストレイに登場したメビウスゼロ部隊の兵士のクローン、プレアレベリー、そして、ジョージ・グレンといったところでしょうか。クローンやコーディネーター生成技術によって作り出された人物だと考えられそうです。そして、PV 内で、かなりと会話しているシーンでは、物事には、裏と表があるんだと話をしていました。ガンダムシード、エクリプスでは、まさに、オーブの裏ともいえる凶悪な機体、エクリプスガンダム2号機を開発していたりしますが、カガリは、デスティニーにおける、メサイア攻防戦終結後、オーブで地球連合を抑えるための立ち回りをしているはずなので、オーブを、ただの中立国とするだけではなく、紛争を抑止するために活動していてもおかしくないと思われます。オーブは、裏で、とんでもない兵器開発を行ってきましたが、もしかしたら、今度は、とんでもない兵器を動かすためのパイロット開発を行っていて、トウヤは中核となるその人物だったりするのかもしれません。他に、メイリンホークが、一瞬誰かわからない感じだったりと、何かと変更点が見られる中、新たに登場したアグネス・ギー・ペンダート、ナタルガ・ジルールやフレイ・アルスター、そしてステラ・ルーシュと、作中で死亡するキャラを演じてこられた桑島宝子さんが声優とのことで、すでに死亡フラグにざわつく声が見られます。コンパス部隊の一員のようで、パイロットスーツのヘルメットには、三日月と矢のようなデザインが見られます。シード界では、特に、アストレイシリーズで異名を持つキャラが多く存在していることから、アグネスも、このデザインに沿った異名を持つエースパイロットなのかもしれません。ただ、アグネスの機体が、キラのコックピットと違い、全天周囲モニターになっていないので、さすがに新型フリーダムほどの最新鋭機ではなさそうです。ちなみに、細かいところだと、デスティニーでドムトルーパーに登場した3人のパイロットスーツ、デスティニー時代は、黒い3連星のオマージュで、ヘルメットに角をつけていたことが、ブルーレイボックス4の特典内で、福田監督から明かされていたのですが、今作のヘルメットでは角がなくなっています。どことなく、模様がマッドアングラー体のようにも見えるので、劇場版では、ドムではなく、まさかのシード版ズゴック、アッガイ、ゴッグ、グラブロのどれかが登場する可能性もありそうです。3. ストーリー。第2弾 PV 内では、戦闘の描写の中で、ストライクダガーやウィンダム、そしてデストロイが映っています。これらは地球連合の兵器なので、戦争の元凶のはずのロゴスがいなくなった世界でも、ナチュラルとコーディネーターの確執は根深く、何も変わっていないようです。ストライクダガーは、コズミックイラ71年頃の機体で、ウィンダムとデストロイは73年頃の機体なので、地球連合の兵器は、様々な機体が混在しているようですが、デストロイが攻撃するシーンでは、破壊されているのは全てジン。デスティニー終結後の世界を描いた漫画、ガンダムシード、アストレイ、天空のプリンセスでもジンが登場しているので、ジンが存在すること自体は不思議ではありませんが、なぜか、ザクオーリアやグフイグナイテッドがいないのが不思議なところです。単にネタバレを避けるために新機体を隠しているだけなのかもしれませんが、明らかに戦力不足なので、なぜ、ザフト側が大戦力を避けないのか、というのも、物語の鍵になるのかもしれません。デスティニーで、デュランダルは、人は忘れ、戦争を繰り返す。だからこそ、デスティニープランで、世界を一つにすると考えていました。それに対して、キラは、それでは明日は変わらないから認められない。僕は戦うという考えでした。しかし、第2弾 PV から見ると、メサイア攻防戦終結から1年が経つ中、戦争は終わらず、世界は何も変わらず、コンパス部隊がいても戦争すべてをなくすことができないという様子が伺えます。デュランダルはキラに対し、傲慢だね。さすがは最高のコーディネーター。と答えていて、
謎の金髪の人物が世界が望んだ人物であるなら、この人物はデュランダルからするとキラのように誰しもが自由と考える人物ではなく、世界を統一することができるカリスマ性や力を持った人物と思われます。キラがデュランダルに覚悟はあると言ったものの、世界を何も変えることができず、戦争がなくならない、デュランダルが言ったことが正しかったのかと悩む中で、キラが平和な世界を生み出すために自分にできることを改めて探っていく物語なのかもしれません。第1弾 PV でラクスは右手の薬指に指輪をしており、第2弾 PV でも同じく指輪をした人物の右手が映し出されているので、ラクスのキラを心配する思いと止まらない戦争に思い悩んで葛藤を抱えて殻に閉じこもっていくキラのようにも見えます。そうすると本作はキラが自身の葛藤と決着をつける物語になるのではないでしょうか。ということで第2弾 PV から見た劇場版の考察でした。ムーの後ろに映っている機体が丸いシールドらしきものを装備しているので、これがシード版ニャンかなと思えたり、新型フリーダムらしき機体のライフルのような装備が配色が白と赤だけで青色が見えないので、新型フリーダムがトリコロールカラーというより赤と白色基調の機体なのかなと思ったり、新型ジャスティスの詰め回りらしき箇所から見るにインフィニットジャスティスよりはジャスティスのような尖った足回りの衣装のように見えたりと期待が膨らむところです。個人的にはファウンデーションの右側の人物がキャラクターボイス西川貴教氏な気がしますが、果たしていかに。ぜひ皆様が気づいたことや予想などコメントで教えていただけたら嬉しいです。すでに判明している劇場版の内容をまとめた動画や第1弾 PV の考察動画、そしてエクリプスガンダム解説動画なども投稿しておりますので、まだの方はぜひこちらも合わせてご覧ください。今回は以上となります。チャンネル登録されるかはお任せいたしますので、よければもう一本動画を見ていただければ嬉しいです。最後までご視聴いただきありがとうございました。